僕はいつもアルトサックスを吹いてるんですけど、もともとね、中学高校の頃は金管楽器をやってたんですよ。中学の時はユーフォニウムをやっていて、高校の時はね、トランペットをやったりしてたんですけど、これはね、コルネットです。トランペットよりも古いのかな。最近はね、あんま使われないんですけど、コルネットはトランペットよりもちょっとまろやかな音がします。ちょっとね、トランペットはもっとこうシュッとしてるんですよね。コルネットはちょっとこう丸っこくて、これね、10年くらい前かな、リサイクルショップで買ったんですけど、買って吹いてみたんですけど、なんかね、あんまりいい音がしなくて、で、そのままほったらかしてたんですよ。で、この間なんかふと、なんかこれなんでいい音がしないんだろうと思って、もしかして中が汚れてるのかなと思って、中を全部掃除したんですよ、きれいに。そしたら急にいい音が鳴るようになってで、なんか、急にね、この楽器がなんかすごく好きになって、この楽器にすごく愛着が湧いてきたので、ちょっとね、ただこれがね、ほらね、この、外のラッカーがね、こうボロボロになってきてて、なんか、綺麗じゃないんですよね、こんな感じで。これをもっと綺麗にできたら、もっとこれを大事にできるんじゃないかなと思いまして、ピカピカにしなくてもいいんですけど、この剥がれかけのラッカーをきれいにして、その後真鍮がくすんでくるのはね、いい感じになると思うんで、タイヤのチューブで固定して、で、こんな感じで、ガタガタしますね。こっちだったらガタガタしない。銀がいます今日は。外行きたいの？寒いよ外。今日はそうでもないか。なんかね、こういう楽器の表面のラッカーを剥がす時って、塗装の剥離剤っていうのがあるんですよ。それをこう塗ると、どんどんラッカーが剥がれてきて、真鍮がむき出しになるっていう。それを使えばね、簡単なんですよ。簡単なんですけど、それが結構な強い薬剤なので、それを使った後にね、その液を捨てるのに困るんですよね。これ綺麗になりそう。楽しみ。途中で挫折しなければですけど。こういう楽器って繊細なものなので、塗装を剥がしただけで音色が変わっちゃうとか、そういうのは普通にあることなんですよ。ただ僕はね、そこを気にするほど上手ではないので、音が変わったら変わったでね、それに対応する。そっちの方が上級者なのかな、わかんないんですけどどうやって固定しようかな。ここを磨きたいんですよね。楽器のリペア屋さんだとこういうなんかいい固定器具があるんだろうな。大丈夫。
より大変かもしれない銀帰ってきた。寒いでしょ、そうだ。銀棒。これなんか昨日ね、なんか YouTube の動画で見たんですけど、こういうボロボロの楽器を、管楽器をきれいにする動画。それがね、もうバーナーでこのロー付けとかも全部外してやってたんですよねそうなるともう結構な大掛かりな作業なので、そこまではしませんけど、でもちょっと憧れるな。このソリ使ってくれたのいいってこっち来なくてよいしょ。ここあったかいでしょ、銀棒。喉乾いてんのゲーム。お水そこやめてよはい、お水、きれいなお水おいで。銀。水飲む。銀棒。全然言うこと聞かない。したっけな。この壁の向こう側ですね。この小屋を正面から見た時に右側にちっちゃい扉があって、僕がたまに出入りしてるでしょ。あそこは物置なんですよ。物置でとにかくいろんな材料とかが、ガラクタとかそういうものがぐっちゃぐちゃに入ってる場所なんですけども、ちょっと去年の暮れから
そこを少しずつ片付けていて、でそこをね今年はベッドルームにしようかなと思ってるんですよ。狭い寝室があると落ち着くかなと思って今ちょっとそれをね計画中なんです。まだやるかどうかは分かんないですけどね。あ、そっか、これ機械使おうかな。でも機械使うとこれ失敗するとダメージがでかいんだよな。なかなか取れないなこのサビは。でも地道にやった方がいいんだよねこれは。まあ外は寒いしコーヒーでも飲みながらのんびりやろう。あれビューはそうだね。どこ行った？銀棒。まあいっか。なんかねこの買った時のケースがこれなんですけどね、これ懐かしい人は懐かしいでしょ。これなんか中学の吹奏楽部の部室にあったわって感じのケースですけど、ヤマハのね、ここにねなんかねなんとか中学校吹奏楽部って書いてあったんですよ。確かね北海道の学校の名前が書いてあったと思うんですけど、その北海道の学校の吹奏楽部の部室から巡り巡って熊本のこの謎のおじさんがいる山小屋にやってきたんですね、このラッパーは。そう考えるとねなんか面白いですね。ロマンがあるというか。多分この楽器を使ってた生徒も今頃僕と同世代かもしれないね。でも学校の備品だったにしては綺麗。普通ね部室にある楽器なんてほんとべっこべこですからね。でもなんかそのべっこべこのラッパを修理してみたいっていう気持ちもあるんですよね。もし視聴者の方でいないかな、うちにもうベコベコの管楽器がずっと眠ってるんだけどみたいな人がいたら送ってください。僕直して使うので。おあ戻ってきた。銀棒水飲みな。水飲まないと膀胱炎になっちゃう。あ、そうそう、ヨナの膀胱炎はもうとっくにね完治しました銀は全然病気しないね。銀棒病気しない猫は優秀偉いね銀棒。大変なことを始めてしまったかもしれないこのねラッカーがつぶつぶに剥がれて、でそこが腐食してるとね結構このアバタというかクレーターみたいになってて、これを鳴らすのは大変だな。まあまあほどほどでいいや。そんな新品みたいにしなくてもいい。せっかくのねこの年月を経て出てきた味を消しちゃうのはもったいない。
お、いい感じかもしれない。もう落下は剥がれてるな、ここは。元の真鍮の肌が出てる。お、こら。お、光ってきた。いい感じ。いいんじゃないかな。この間無言で椅子を塗ってたでしょ。僕が昔パレットで作った椅子を急にね赤くしたくなって塗ったやつ。こんな感じになったんですけど、これすごいね、僕が思った通りの赤になりました。ワックスで色をつけたやつの上にこの赤の水性のペンキをかなり水で薄めてシャバシャバにしてね乗っけていったんですよ。でちょっとやっぱりワックス仕上げの上に水性のペンキだから弾いちゃうんですけど、それでもねこう布でこすりつけながら塗ってって重ねてこのいい感じの赤が出ました。このねちょっとしっとり光ってるでしょ。この感じも思った通りで、この感じをねここのドアの外側もこういう風にしたいんですよ。今の赤よりももっとこういう渋い赤だから、そのために一旦茶色に塗ってその上から薄い赤を塗り重ねてこの色にしていこうかなと思います。なんかね多分ドアを塗り始めたらね絶対ね元の赤の方がいいのにとかねコメントが来るんですよ大丈夫だから俺を信じろ。そうあとね昨日またミシンでガチャガチャやってカーテンを作ったんですよ。これだいぶね暖房の効率が上がったような気がする。本当はねひだも作ろうと思ったんですよね。思ったんですけどちょっと布を節約しようと思ってひだをつけるとね結構これの 1.5 倍ぐらい必要になっちゃうんですよね布が。今日はとりあえずベルだけでまた気が向いたら他のとこもちょっとずつやっていこう。ちょっとハードルを下げましたねいいんですそれで。俺を信じろ。議員何してんのそこで。なんかロフトのとこにいてなんかゴソゴソやってます。何してんの。あそこがあったかいのか。賢いね。ラッパを磨くためのジグが必要だな。なんかねちゃんとがっちり固定できたら磨きやすいですよね。絶対そっちの方がそれを作る時間はかかるけどその方が効率がいいっていうのは今までの経験でわかる。
haunted by the silence of a ghost, whispers as the night starts to fall. In the stillness I find my home. In the quiet of the night, drink up to the 7 million nights, guided through the darkness with its gentle light. In the silence